にちは。視点 X 坪内和夫と申します。これから日本ロック史上最大の伝説と呼ばれる裸のラリーズについて語っていこうと思います。私については概要欄をご覧になっていただけるとわかると思います。第17回1982年は天国というテーマで裸のラリーズを掘り下げていきたいと思います。前回紹介した乾潤さんの高校の1年先輩にあたる山崎晴美さんが編集に関わっていたヘブンという雑誌の1980年の第6号において裸のラリーズの特集が組まれ、水谷さんとおぼしき人物の詩が掲載されています。ノーマンズランド、右がちょっとの間左を取りたかった、試しにきっと面白いだろうから。その結果が坂と螺旋状の誰の手にも負えないこのこんぐらがりで、そこから毎日無数の新しい混乱が生まれる。人たちのするこの混乱のとても単純な説明が夜より1000倍も危険な不自然な暗黒さを付加する。相互間に連絡はなさそうに見えながら、実は同一出生を持つ無数の三面記事的事件をなくするためには、鳥の手が自分の軽薄の犠牲、抽象の気まぐれが仕掛けた罠をほどくことが必要だ。いい君だ。ここから読み取れるものは一体何でしょうか。私なりに分析を試みてみれば、右がちょっとの間左を取りたかったはイデオロギーの向こう側であると思います。政治的主導権争いの情勢変化であると思いますし、その際どちらが大衆を味方につけるかという争いが1970年代とは明らかに変化しているということを意味していると思います。その結果混乱が生まれます。誰もが大衆を代表するような顔をしだすわけです。次に人たちのするこの混乱のとても単純な説明が夜より1000倍も危険な不自然な暗黒さを付加する。これは人たちのするこの混乱ではなく、単純な説明が暗黒さを付加すると言っているんですね。氾濫する近視眼的な辞表がさらに状況を悪化させるということでしょう。相互間に連絡はなさそうに見えながら、実は同一出生を持つ無数の三面記事的事件。これは人々の振る舞いが時代とともに愚かに変化し、その原因は同じところにあると言っています。そしてそれをなくすためには鳥の手が必要だと言っているんですが、鳥の手とは何でしょうか。私の推測ではある種の信仰心だと解釈しています。自分の中で信仰心を持つことで、この軽薄な時代を泳いでいかなければならないということだと思います。なぜそう考えたかはダジャレなので自分で考えてみてください。オルテガ・イ・ガセット、大衆の反逆において、大衆は時代の高さの中から誕生すると言いました。平均的な人の主に生活水準の上昇と知的水準の上昇による平均人の大衆化です。ここから引用すると、大衆が思想を持つということ、つまり教養を持つというのは大いなる進歩を意味するのではなかろうか。いや、決してそうではない。この平均人の思想は真の思想ではなく、またそれを所有することが教養でもない。思想とは真理に対する大手である。思想を持ちたいと望む人はその前に真理を欲し、真理が要求するゲームのルールを認める用意を整える必要がある。思想とか意見を調整する審判や議論に際して依拠し得る一連の規則を認めなければ、思想とか意見とか言ってみても無意味である。そうした規則こそ文化の原理なのである。鳥の手が信仰心であるなら、それはオルテガの文章における真理と置き換えて良いと思います。前述の詩からは、時代状況を見て人々は果たして真理を欲しているのかと警鐘を鳴らしていると考えられるでしょう。さらに私が前述の詩を読んで思い出すのは、石川啄木の時代閉塞の状況という文章です。これは国家による人民への弾圧が目に見えて迫ってきた江徳事件に対する文学者の無反応を目の当たりにした石川の危機感の表れであり、文学に求められるのが未来へと続くための社会批評であるという彼の提言であるわけですが、江徳事件は1910年、明治末期に起きます。その頃日本は近代化と領土拡大の機運に乗っていました。増長です。そうした時期に石川が書き記したからこそ、時代閉塞の状況は一層迫ってくるものがあるでしょう。それではこの詩を掲載したヘブンという雑誌ですが、自動販売機での販売形態という現代からすると奇妙な方法が取られました。自動販売機で販売する本というのは主に成人向け雑誌で、ヘブンもその前身ジャムは女性のピンナップページがついていましたが、
それがヘブンからなくなり、パンクを通過したサブカルチャーを体現するような紙面作りで人気を博していきます。この雑誌で興味深いキャッチコピーが、自動販売機で国家が買えることもあるで、真意は測りかねますが、この時国家は極限まで存在が軽くなったと言えるでしょう。この雑誌の編集者、3代目編集長であったのが前述の山崎晴美さんです。山崎さん自身がガセネタというバンドを率いて活動をしていますが、その拠点となったのが吉祥寺にあったマイナーという店です。ここで活動していたミュージシャンたちは、例えば灰野啓二さんや工藤桃李さんなど、現在では国際的な知名度を誇りますが、当時の状況は全く人々から無視されていたようです。そうした人々の活動は後年モダンミュージックを回転させ、 PSF というレーベルを発足させる池泉秀夫さんの登場を待たなければなりません。マイナーにおけるミュージシャンたちがどのような活動をしていたのか、私は実際に見たわけではないので分かりませんけれども、いくつかの残された録音物を聞く限り、ダダイズムからの影響の強いものであったと想像しています。例えば角谷道夫さん、腐っていくテレパシーズなどは、角谷さん自身が分裂病であり、その精神状態をそのまま温存化することに成功していると思います。しかしながら、音源のリリースは角谷さんの死後、PSF からまとめられたものですから、これはリリースした池泉さんの功績が大きいでしょう。いずれにせよ、薬物のオーバードーズで死んでしまう前に病院に行ってもっと作品を残すこともできたのではないかと思います。もちろんそれは角谷さんにとってこの世界が生きるに値する世界だった場合に限るでしょう。もう一人、私がぜひ紹介したいのが金子寿徳さんです。金子さんは高速屋というバンドを率い、後には不実者のドラマーになる高橋育郎さんがドラムを叩いていますが、金子さんの音楽の特徴は何といっても歓喜にあります。ここにはダダイズム的な改逆は全くなく、ギターとアンプとの関係、歌とマイクの関係においても一切介入するものがないくらい純粋です。その結果、音は初めてエレキギターを鳴らした時に痺れた感覚のように新鮮で、この方の音楽がほとんど知られていないのは日本の音楽の歴史において極めて不幸であると思います。他方、1982年の裸のラリーズのライブで広く知られているのが慶応大学日吉校舎での演奏ですが、そこで注目したいのが冒頭の2曲です。1曲目はタイトル不明ですが、その夜よお前に願いはしない、どうせお前は裏切るだろうからという歌詞からは深い絶望感が漂っています。次の曲、通称夢は理想という曲ですが、この夢は理想という言葉はもともと存在しませんから水谷さんの造語です。おそらくその語源と考えられるものは雪は理想、通称ミスミソウです。この花は初春の季語で、雪解けの頃に雪の下から紫や白の小さな花を咲かすことで春の訪れを告げる花なわけです。花言葉は自信です。ではこの夢は理想の歌詞はというと、裸のラリーズにおけるマニエリズムの極致と言ってよいでしょう。後ろ姿に声を上げて行方を追われるはオルフェウス伝説であったり、さまざまな幻想的イメージを散りばめた七五調の歌詞からなりますが、なぜこのような日本古典式の形式を取ったのかは、マニエリズム的観点から言ってその様式美を日本語によって表す際に適切だと考えたのだろうと思いますし、実際にその効果は現れています。ひたすら加工を繰り返すリフレインのリリシズムと相まって、ギュスターブ・モローのような象徴と幻想が交錯する世界観を出現させていると言ってよいでしょう。さらに言及したいのが、まとい尽きたるツタバラの密かに伸びよ大伽藍までの中に現れる大伽藍であり、これがユイスマンスからの影響であると私は考えています。その根拠は他の曲、氷の炎におけるフランの花を咲かせようなどでユイスマンスからの引用がなされているからです。ユイスマンスは神秘主義、特にカナタや黒ミサなどにおける悪魔崇拝から後にカトリックに転向します。そこでフランの花、スフィーダムの聖女リドミナや出発などが発表されるわけですが、ユイスマンスが活動した19世紀末、近代における神の死、すなわちニヒリズムが人々に突きつけられていたわけです。神の死の問題、これはユイスマンスとオカルティズムの著者大野英二さんの言葉を借りると、意味の根拠の創出となりますが、近代化、端的に言えば豊かさによって人々の営みに統一的な精神的指標が薄れていった。オカルティズムの勃興はそれに対する一つのアクションであったわけです。
ここに多くの時間を割くのは今回は避けたいと思いますが、冒頭の鳥の手、さらに夢ありそうな歌詞を見るにつけ、水谷さんは社会における神の死の問題を見据え、それが真に釈伏を伴うものだったのか、内なる信仰心だったのかは分かりませんが、ある種の信仰を持ったと見て取ることができると思います。信仰に関して言及しておきたいのが遠藤周作さんの小説「沈黙」です。近年マーティン・スコセッシ監督によって映画化されたので見た方も多いのではないかと思いますが、この作品における信仰の形、ロドリゴや吉次郎の口に出すことができないまま沈黙を続ける姿は現在の水谷さんの姿に重なる部分があります。しかしながらその信仰が一体何なのか、我々には知る由もありません。日本における神の死というテーマを考える場合に立ち会われるのが三島の影ですが、ここでは簡単に果たし得ていない約束、私の中の25年からの有名な一節を引用しておきます。私はこれからの日本に対して希望をつなぐことができない。このままいったら日本はなくなってしまうのではないかという感を日増しに深くする。日本はなくなってその代わりに無機質な空っぽなニュートラルな中間色の浮遊な抜け目がないある経済的大国が極東の一角に残るのであろう。1982年天国でした。このように1980年代の日本は経済をアイデンティティの拠り所として物質主義という方向へ加速していきます。そうした世紀末的な時代状況に対し、山崎晴美さんに代表されるようなくびれ世代は意味の根拠の創出イコールダダイズム的に多角的なメディアを立ち上げて祝祭的なアプローチを行いますし、裸のラリーズ水谷さんは信仰と神秘主義という方法で対抗します。どちらもニヒリズムに対するアクションであり、それらが共闘とは違う形で絡み合っていたと言えるでしょう。雑誌ヘブンは過剰な物質文明によって立ち現れる意味の根拠の創出という神の問題を混沌の中に出現させたという意味で極めて重要であり、天国イコール救済が神の死んだ世界に出現し得るのかという問いを含んでいるという意味で非常に示唆的であると言えるでしょう。次回1983年は舞踏というテーマで語っていきたいと思います。気に入りましたらチャンネル登録やいいねをいただけると大変に励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。坪内和夫でした。